青空のような大聖堂、深海のような教会、黄金の国会議事堂、土星のような建物は何だ？地球の国全部行く。ブラジルの首都はどこかご存知ですか？サンパウロ、リオデジャネイロ、いえブラジリアです。私はブラジル2週間の旅行を計画した際、ブラジルの友人から首都ブラジリアは何もない街で面白くない、時間の無駄だから絶対やめた方が良いとのことでした。でも私はどうしてもブラジルの首都をこの目で見ておきたかったので日帰りで行くことにしました。実際に行ってみて首都ブラジリアはどうだったのか。ではどうぞ。ブラジリア国際空港に到着。近代的なデザインですね。この日は2020年2月28日、ブラジルで初めて新型コロナ感染者が報告されました。ブラジルではタクシーの半分以下で乗れる Uber が主流ですが、この日は6時間のみの滞在なので、交渉してタクシーをチャーターしました。6時間で140レアル、約3500円とお得でした。Uber のせいでタクシーに乗る人が全然いない、なんてことだ、とドライバーさんは愚痴ばかり言ってました。ブラジルの首都ブラジリアはその成り立ちが非常に変わっています。1955年、当時の大統領クビチェックはブラジル中央高原の荒野に新たな首都を建設すると発表し、何もなかった場所に5年後の1960年、リオデジャネイロからブラジリアに遷都しました。首都ブラジリアは上空から見るとジェット機の形をしており、当時パイロットプランというコンセプトで街づくりが行われました。中央の胴体部分に大聖堂、国立美術館、旗手の部分には国会議事堂、最高裁判所、大統領府があります。ブラジリアは優れた都市計画により作り上げられた人類の傑作として1987年に世界遺産に登録されました。スペインのバルセロナはアントニオ・ガウディの街と呼ばれ、天才ガウディの建物がたくさんあります。未完のサグラダ・ファミリアはガウディの傑作です。同様にブラジリアはオスカー・ニーマイヤーの街と言えます。天才建築家オスカー・ニーマイヤーが手掛けた建物、教会は最高の芸術作品です。彼の設計の特徴である流れるような自由で官能的な曲線がどの建物にも表現されているので、一つずつ見ていきましょう。まずはオスカー・ニーマイヤーの傑作大聖堂カテドラル・メトロポリターナです。16本の支柱による王冠のような斬新なデザインで、高さ36メートル、地上部分はすべて屋根で地下部分が聖堂となっています。では中に入ってみましょう。中に入ると360度全方向からステンドグラスを通して光が差し込み、非常に明るく開放感と美しさに圧倒されました。青を基調としたステンドグラスと16本の支柱のコントラストが最高で、こんな教会見たことがありません。この16本の支柱はなんと鉄筋コンクリート製です。コンクリートでできているように見せないところがすごいですね。3体の天使のモビール像が天井から吊るされています。臨場感がありますね。別室があるので行ってみましょう。建設時の写真が展示されています。周りに何もない場所に16本の支柱だけがあるのが印象的ですね。奥に行くと聖堂があり、小さいですが厳かな雰囲気です。大聖堂のすぐ近くに変わった建物があります。近くに行ってみましょう。ニーマイヤーの特徴、自由で官能的な曲線で表されているこの建物は国立美術館です。2006年、ニーマイヤーが99歳の時に完成しました。リングのスロープと球体はまさに土星ですね。真っ白なので遠くから見てもよくわかります。スロープを登って2階の入り口から中に入ると、天井がそのまま球状の吹き抜けになっていて、まさにニーマイヤーといった感じ。展示室は2層構成で、上のフロアは天井から吊るされています。曲線のスロープの形状が美しいですね。美術の展示よりもニーマイヤー設計の美術館そのものが素晴らしくて感動しました。美術作品で一番気になったのがこれ。円の中心に向かって白黒の人のようなものが祈りを捧げています。500体はあるでしょうか。よく見ると形や色が全て異なります。なんだかすごいです。ジェット機の形をしたブラジリアの旗手の部分にやってきました。三権広場といって国会議事堂、最高裁判所、大統領府が面しています。最高裁判所前にあるのは目隠し裁判の像。身分や人種などで差別せずに公平に裁判をするという意味です。斬新なデザインの国会議事堂ですね。左側の下向きのお椀は上院、右側の上向きのお椀は下院です。
ニーマイヤーらしい曲線のデザインですね。そして中央には28階建ての一対のビルがあります。この幅が細いビルの形状、どこかで見たことないですか？ニューヨークにある国連本部ビルに似てますね。実はこの国連ビルはニーマイヤー設計なんです。さて、国会議事堂の建物の中に入ってきました。こちらは各国からの寄贈品です。日本からは壺を贈呈しているようですね。約1時間の無料ガイドツアーに参加しました。ビジターカードをもらってスタートです。まずはブラジル全26州の方です。地下の通路を渡ってまずは会員に向かいます。こちらが会員です。ニーマイヤーらしい曲線のデザインが美しいですね。こちらは上院です。きらびやかな天井の模様に圧倒されました。この模様は何でできているのでしょうか？近くでよく見ると、一辺10センチ程度の長方形のカードのようなものでした。1枚は小さいですが、数万枚のカードを天井に敷き詰めると、このように美しい模様になるのですね。すごいです。床の青色と天井の金色のコントラストが感動的。そしてニーマイヤーらしい円形状の上院は芸術作品ですね。ガイドはポルトガル語の説明で全然わからなかったのですが、参加者の中にサンパウロから観光で来ていた日系ブラジル人のグループがいて、親切に英語で説明してくれました。彼らは日系3世、4世なので日本語は全く話せないということでしたが、私が一人だったので声をかけてくれたのです。どうもありがとうございました。こちらは社内から見たニーマイヤー設計の司法省の様子です。やはりニーマイヤーはところどころに曲線のデザインを含めたいのですね。ニーマイヤーのこだわりがすごい。ブラジリア建設の父、クビチェック元大統領の記念館にやってきました。ニーマイヤー設計なので、もちろん曲線的なデザインです。立って手を挙げているのがクビチェック元大統領です。水盤の中央から地下入り口に入ってみましょう。クビチェックの当時の写真がたくさん展示されていました。また、クビチェックは医者だったので、医学の蔵書専用の部屋がありました。ブラジリア建設の功績を示す展示がたくさんあります。日本からは勲章を送っているのでしょうか。赤いステンドグラスの光は屋根の天外からの自然光。中央にあるのはクビチェックの棺。ここは霊廟です。最後にやってきたのはニーマイヤーの弟子カルロス・ナベスが設計したドンボスコ聖堂です。外観はコンクリートで渋いデザインなのですが、中に入ってみるとまるで深海に潜ったかのような深い青のグラデーションに圧倒されました。これはぜひ生で見てもらいたいです。中央付近、天井から吊るされているのは 2700kg の水晶のシャンデリア。照明がつくと黄金色に輝くのだそうです。ステンドグラスに近づいてよく見てみると、大きさが異なる大小様々な四角形、そして色も微妙に異なり、12色もあるそうです。大きさを変えている理由は、おそらくモアレを防ぐためです。規則正しい模様を複数枚重ねると、モアレという干渉島が発生し、見続けると酔った感じになる方もいるので、モアレはない方が良いです。ステンドグラスの形、色にも工夫をして、このような感動的な空間を作り上げているのですね。地下に行くと神父の霊廟がありました。天井から光が入るように設計されています。首都ブラジリアはオスカー・ニーマイヤーこだわりの建物ばかりで圧倒されました。海外の首都は人口が多く治安が悪い場所が多いですが、ブラジリアはリオやサンパウロと比べると治安は良かったです。ぜひニーマイヤー設計の建物を見るためにブラジリアにお越しください。以上、ご視聴ありがとうございました。